はいどうも、パラピと申します。今日はランズと LES、乱流モデルですね。これらの違いについて考えてみようっていう内容です。今、バイクを示してますけど、このバイクが時速 70km で走ってる時の流れをランズと LES それぞれでシミュレーションしてみて、結果がどう違うのか、そしてなぜ違うのかっていうのを考えてみました。まずランズで定常計算を実施して、それがこの真ん中のカラーの A ですね。その結果を初期条件としてランズと LES の非定常計算を行って結果がどう変わるかを見てみました。ランズでは K エプシロンモデル、LES ではスマゴリンスキーモデルを使いました。今から見ていただくのはこの非定常計算をした部分のアニメーションですね。今見えてるのが定常解の結果なので初期条件で、大部分の黄色いところが、だいたい、時速 70km ぐらいですね。で赤いところほど速くて青いところほど遅いという、これは速度の分布になります。で計算条件は乱流モデルが違うというところ以外は全部同じにしてます。この条件で、結果がどんな風に変わるのかを見ていきます。それでは結果をどうぞ。どうですかね。結構違いますよね。パッと見 LES の方が乱流の細かな挙動が現れてます。で渦ができて下流に流れていく様子とか、あとバイクの交流部分と一応流の境界も、ランズの方すごく滑らかなんですけど、 LES だと二次元的な上乱波が確認できますよね。じゃあここからはなんでこんな違いが出るのかっていうのを乱流モデル、基礎方程式の定義を追いかけながら考えてみます。そもそもなんで乱流モデルをわざわざ使うのかというところなんですけど、一言で言うと使わないと計算量が膨大になりすぎてシミュレーションできないからですね。さっきのバイクのシミュレーションだと、バイク乗っている人、高さがだいたい1.5メートルぐらいかな。そして、走行中はバイクの周りの状態は乱流になるので、細かな変動が発生します。この変動のスケールをイータとします。で、高さ1.5メートルを L としましょうか。なので、もしバイクの周りの流れをシミュレーションしたいと思ったら、格子のメッシュの幅は少なくともイータより小さくしないといけないし、で計算領域は L よりも大きくしないとまずそうですよね。なぜならコンピューター上ではメッシュの領域の外の情報と、あと一つ一つの格子点の間の情報は、再現できないからですね。つまり物体の長さのスケールと、細かな変動といった最小のスケールの比を考えてからメッシュを作成する必要があるんですけど、この比はレイノルズ数に依存して大きくなるという性質があります。で、コルモゴロフの理論というのがあるんですけど、これに従って考えると、1次元の場合、だいたいレイノルズ数の4分の3乗ぐらいのメッシュがいると言われてます。シミュレーションするときには3次元で考えるので、結局必要なメッシュはレイノルズ数の、その3乗なので、4分の9乗になります。一例として電柱に秒速5メートルで風が当たっているという状況をシミュレーションするには、だいたい1778億のメッシュが必要ということになるんですね。このレイノルズ数の計算によると。なかなか途方もない数字ですね。ちなみにさっきのバイクのやつはメッシュ400万弱です。なんか泣けてきますね。乱流モデルを使わないでシミュレーションすることを DNS と呼ぶんですが、円柱周りの乱流ですら、DNS するには1700億ぐらい。正直現実的ではないですよね。でも、乱流のシミュレーションは産業的にニーズがあるんで、やりたいということで生まれたのがナビエストークス方程式をある程度素子化できないかという発想ですね。
完全に乱流を再現することができずとも、ざっくりで十分っていうケースがおそらく結構あったんだと思います。なので、もし素子化したナビエストークスを定義できたら便利だなということで生まれたのが、素子化された方程式ランズと LES と、その方程式を閉じるための乱流モデルになります。方程式の素子化の仕方は大きく2つあって、1つがナビエストークスに、レイノルズ平均という操作、平均化操作ですね、を施すものと、もう一つが空間フィルターにかけるという操作があります。前者によってランズの基礎方程式が導かれて、後者によって LES の基礎方程式が導かれるというものです。まず、ランズの基礎方程式は今見えている一つ目の式です。普通のナビエストークス方程式と似てますけど、何点か違うところがありますよね。まず、カッコがついてる変数がいくつかあると。速度と圧力ですけど、これは変数とその変数の確率密度関数の積を、全範囲で積分したっていう値です。要は確率論、統計でいうところのあれですね、平均値を求めていることになります。例えば、真の、速度の分布がこういう変動になっていたとすると、こういう、真の速度がこういう分布になっていたとすると、平均値は、こう赤線のようになりますよね。そして真の速度と平均の差が変動成分ということになります。この赤線の求め方から考えると、変動成分の平均は0になりますよね。こういう平均の取り方をレイノルズ平均と言います。レイノルズアベレージとナビエストークスなのでランズというわけですね。とにかく、ランズの運動方程式は時間空間を問わずに平均化している、速度と圧力が従う方程式で、平均化すると真の値と平均成分の差である変動成分 U' が残っちゃうと。でこの変動成分を何とかしてモデル式で表さないと方程式が閉じないから、乱流モデルというモデル式を使ってるっていうわけですね。続いて LES の運動方程式はこうなります。形はランズと一緒ですよね。ただ素子化の仕方が、ランズと違って空間フィルターにかけた、変数というものを使っていますね。フィルターの定義は2番目の式の通りです。速度 U と G というフィルター関数の畳み込み積分の形をしてます。フィルター関数って1次元で書くと、こんな感じになってます。畳み込み積分なかなかイメージしづらいんですけど、フィルターを通した U はある位置における速度をその位置の周辺の値で G によって重み付け平均をしたっていうような感じですね。ビジュアルイメージとしては、真の速度の分布がこんな感じだったとすると、フィルターを通した U は大きな変動だけ残したような感じになります。ここがランズと違うところですね。一言で言うと空間フィルターは元々の変数をローパスフィルターにかけるような役割を果たしているわけです。なのでフィルターに通しても残った大きな変動成分はこの方程式で直接計算されて小さな変動成分のところだけ何らかの形でモデル式を立てる必要があるということです。それが LES の乱流モデルですね。ちなみにこの LES の τ ラージ R は残余の応力とか乱流応力って呼ばれてて、でランズの方も似たような項ありましたけど、そちらはレイノルズ応力と呼ばれています。ただ結局のところ方程式上ではナビエストークス方程式を素子化したらあぶれ出た項という点では、共通しているんで、
さっきのバイクのシミュレーションの結果、あれが違うっていうのは、この残った項をどうモデル化しているかにかかっているということになります。なので、このあぶれ出た項を、今回は K エプシロンモデルとスマゴリンスキーモデルを使っているわけですけど、それらではどうモデル化しているのかっていうのを見ていきます。まず K エプシロンの方から。レイノルズ応力を成分表記すると次のようになります。変動成分の積だけで記述することができるんですね。そしてレイノルズ応力はさらに垂直成分と線段成分に分解できます。でこれを流体解とすると垂直成分は、放線方向の力で、線段成分は、接線方向の力ですね。そして分解されたレイノルズ応力はさらに乱流エネルギー K、こんな定義ですけど、これを使って一番下の式のように分離できます。タウ ij の形で書いた方が分かりやすそうですね。デルタ ij はクロネッカーのデルタです。でこの第1項目は厳密にはレイノルズ応力の垂直成分とは等しくはないですね。けど K を使って分離しておくと K エプシロンモデルでは、この乱流エネルギー K の輸送方程式を解くので、この第1項目3分の 2K デルタ ij はもうこれ以上モデル化する必要がなくなったということになります。なので残りの aij という偏差成分の項だけモデル化すればよいというところまで方程式を変形することができたことになります。そして問題はレイノルズ応力の偏差成分であるこの aij の項ですね。aij はイコールマイナス2ニュー tsij と、モデル化します。ニュー t は渦粘性係数と呼ばれる量ですね。密度で割ったミュー t を渦粘性係数って呼ぶこともあるみたいで、本によって呼び方が違いますけど、本質的には同じです。で SIJ のバーの方は平均速度の、速度勾配テンソルです。でこの AIJ の式なんですけど、これは、レイノルズ応力の線段成分偏差成分はレイノルズ平均化された速度勾配テンソルに比例するという、仮説ですね、これに由来してます。ブシネスクという方が、提唱した仮説ですね。このモデル化の仕方を渦粘性近似というふうに呼びます。なぜこれが成り立つのかっていうのはおそらく理由はあるんですけど、とにかくこういうモデル化なんだと、思ってください。そして、この ν(t) は、まだ新しく出てきた変数で、この渦粘性係数を一番下の式でモデル化したのが K エプシロンモデルですね。やっと出てきました。K とエプシロンから計算するから K エプシロンモデルです。で、この K、乱流エネルギー K と、あと、エネルギー散逸率であるエプシロンに対して、K エプシロンモデルではそれぞれ輸送方程式が、変微分方程式ですね、が立てられてます。で、それらを、あと運動方程式と連続の式と並行して数値計算していくことで毎ステップの渦粘性係数を計算していくっていう、メカニズムじゃなくてアルゴリズムですねになってます。これが K エプシロンモデルですね。続いて LES の方ですね。こちらはレイノルズ応力に似た項残余の応力っていう、応力テンソルがありましたね。2番目の式に書いているようにもともと普通のナビエストークス方程式の、対流項を、フィルター化された速度の積と、それ以外っ
っていうふうに分離しただけで生まれた項なので、この τij のラージ、R は速度変動以外、だから U' 以外の成分も含まれちゃってます。なので、レイノルズ応力のように変動成分だけで表記するっていうことはできないです。ただですね、その後、3番目の式以降の流れについては、レイノルズ応力の時と似ていて、残余の応力テンソルは、下の2式、3番目の式と4番目の式のように、乱流エネルギー KR を使って分解できます。流れは一緒ですね。そして、偏差成分 τ スモール r のモデル化のところでようやくスマゴリンスキーモデルが登場します。でこのモデルの場合には、偏差成分を渦年生係数と速度勾配テンソルの積で表せると考えます。そして渦年生係数は一番下の式フィルター幅と速度勾配テンソルで計算できるっていう風にモデル化します。これが LES のスマゴリンスキーモデルですね。ここまで K エプシロンとスマゴリンスキーモデルを追いかけてきましたけど、すごく、似てるんですよね。途中はほとんど一緒だと思います。モデルの構成がね。最初の素子化の仕方は全然違ったけど、結局やってるのは乱流における真の速度をそのまま解くのが大変だから、素子化した大まかな速度とそれ以外の変動成分っていう風に分けて、大まかな速度だけちゃんと解こうっていう発想なんですね。そして変動成分の方は新しく登場した変数だから、追加で方程式が必要になるんですね。で、こちらはちゃんと解かずに、モデル式で済ませてしまおうというわけです。なので、乱流モデルという新たな方程式を足して方程式系を閉じようとしているわけですね。コンピューターでシミュレーションするときには、どう素子化したかっていうところは、関係なくなっちゃいます。なぜなら方程式の形が一緒だから。なので、計算結果の違いっていうのは結局、この渦年生係数 μ がどう表現されているかにかかっているわけです。ここまでのまとめで、K エプシロンとスマゴリンスキーの渦年生係数のモデル式、もう一回載せます。明らかに計算方法が全然違いますね。K エプシロン C ミュは定数で、乱流エネルギーとエネルギー散逸率を都度計算して求めてますね。でスマゴリンスキーの方は CS が定数で、デルタがフィルター幅で、ルートの部分が速度勾配テンソルの大きさになります。ただ、モデル式がこう全然違うのは、分かったんですけど、正直なぜ計算結果がここまで違うのかっていうのを、これらの式だけから推測するのはちょっと難しいなと思いました。なので、さっきのバイクのシミュレーションで、実際渦年生係数がどれぐらいの値なのかっていうのを、調べてみました。今表示しているようにバイク下流から適当に3箇所選んで、その位置における渦年生係数の時系列データを見てみます。それがこちらです。で、位置によって大きさが違うとか、いろいろ細かい違いはあるんですけど、一番目立つのはやっぱりスケールが全然違うっていうことですよね。で、この渦年生係数の大きさが、全然異なるっていうのが物理的にどういう意味を持つかなんですけど、基礎方程式中で渦年生係数 νt がどう使われているかを、ちょっと式を追ってみると直感的にイメージしやすくなるかなと思います。なので、ちょっとランズの基礎方程式をもう一度見てみましょう。レイノルズ応力の項は式変形していくとこうなっていきますよね。で、
乱流エネルギーの項は今はちょっと置いといて、偏差成分 AIJ の方は結局のところ、ちょっと省略しちゃいましたけど、これは速度の2回微分と渦年生係数の積という形になっていることがわかります。でこうしてみると、このレイノルズ応力の項の隣、普通の粘性応力と速度の2回微分の項、これは粘性項ですけど、この項と同じ形をしているっていうことが、分かります。要は同じ働きをするんですよね。微分方程式上で。で、こういう速度の2回微分の項は流れを拡散させる、滑らかにしていくような性質があります。ここで今、ランズの式変形を説明しましたけど、LES の基礎方程式もこれと同じ式変形ができるのは、すぐにわかると思います。で、シミュレーション結果もう一度眺めながら説明しますけど、渦粘性係数が大きいということは流れを拡散させる力が強いということです。なので渦粘性係数が、大きく計算されているランズの方がなだらかな、解が全体的に滑らかな計算結果になっていて、係数が小さい LES の方が流れが拡散しにくくなって細かい挙動が、再現されているんじゃないかなと、私は考えています。LES の方がここまで渦粘性係数が抑えられている理由は、これは推測になるんですけど、おそらく式中に渦粘性係数のモデル式の中にフィルター幅を入れているっていうのが、一番大きな理由なんじゃないのかなと思ってます。もし間違ってたりしたらちょっと教えてほしいですね、ここは。今回はここまでです。結構ボリューミーで高度な内容にちょっとなってしまったんで申し訳ないんですけど、本当はもっと何も考えられずに見れるような動画を作りたいんですけどね。これからも流体の動画作っていくので、よかったらチャンネル登録お願いします。バイバイ。